私、何もやる気が起きない時って、基本的に Google のストリートビューとか見て、ニタニタしながら過ごすんですよ。そしたらある日、本州の果ての山口県の、そのまた遥か北の沖合に、なんかまあまあ大きめの島が浮かんでいるのが見えたんですね。で、どういう島なのかなと思いながら、右下の黄色のおっさんを引きずり出してみると、パノラマ写真のポイントがたった2箇所。それも街中とかじゃなくて、島の端っこの方のよくわからないところが出てくるだけで、その他公式や有志のストリートビューの表示が出てこなかったんですよ。平壌ですら10カ所ぐらいは出てくるのに。というわけで今回は、この山口の果てに浮かぶ、ストリートビューのない秘密主義の島、三島と、萩諸島を見て回ろうと思います。午前の講義が終わって、博多行きののぞみ号に飛び乗り、2時間ほどで山口の事実上の中央駅、新山口駅に到着。1時間ほどの乗り継ぎ時間で、萩行きの高速バスに乗り込みます。バスを待つ間、暇だったもんで、山口駅にはない駅前の喫茶店で時間潰して、山口駅にはない駅前のスーパーでお茶を買って、山口駅のは潰れた駅コンビニでライブチケットの支払いをしてたら、出発5分前になりましてね。で、いざバス停に向かおうと思ったら、ロータリーが北口と南口に各2カ所もあることに気づきました。例によってろくに下調べもしてなかった私は、どれがバス停かがパッと見てわからず、自由通路の階段を上り下りするなどして少々焦ることになりました。新山口がどれだけ大きいかは知りませんが、こういうところは、真の代表駅である山口駅を見習ってほしいですね。改札は1カ所、出入り口も1カ所で改札の目の前、ロータリーも1つ、迷子になる余地のない、素晴らしいデザインです。1時間ちょっとの所要時間で、バスは自転車だけで暮らすのは多分辛い萩市街に到着。繁華街のホテルで一晩休憩し、翌朝8時、町外れのフェリー乗り場に向かうため、通勤ラッシュで賑わう萩の大通りを歩きます。20分歩いてたどり着いた港の入り口の案内標識には、これから2日かけて巡る、三島、大島、相島の3島の字が書かれていました。まず向かうのは、3島のうち一番小さな相島。島の長老たちを大勢病院に送った、その帰りみたいな船でしたので、乗客はほぼ皆無。私以外に3人ぐらいしかいませんでした。画面端に映ってる柵のついた板は、この船のボーディングブリッジです。筋肉もりもりマッチョマンの係員が人力でセットします。相島までの所要時間は約40分。この間にサクッと、萩諸島と三島の概要に触れておきましょう。日本人なら知らぬ者はいない、明治維新の英傑たちを無数輩出してそれっきりの町、萩。過去の遺産で食いつなぐこの観光都市は、日本人だけでなく、外国人からも熱い人気があるわけですが、実は沖合に、いくらか有人島を抱えています。まず手前にある、相島や大島の所属する萩諸島、またの名を六島諸島。読んで字のごとく、島6個からなる島嶼で、1955年までは、六島村という一つの村であり、すべての島に生活がありました。しかし、60年代に入ると、小さな島からは、どんどん人が出ていってしまい、現在、人がいるのは残り3つ。うち、最も小さい出島は、人口が2人という状態のため、近いうちに無人島になるとされています。定期の旅客船もついぞ設定されることはなかったため、普通には上陸できません。ブリ漁設備に有り金全部溶かして、村人全員で借金を背負って乗り越えたという歴史があるのだとか。西側にある大きな島は相島。スイカが名産の人口100人ほどの島です。東の大きな島は大島。藤川もびっくりのドストレートです。こんな直球な名前なもんで、全国至るところで名前かぶりを起こしているのですが、特段、周防大島とか、紀伊大島とかいった、そういった名称の区別は行われていないようです。萩の人間にとっては、大島といえばこの島しかないでしょうし、よその人間は、そもそも萩に島があることを知らないので、区別する意味がなかったのでしょう。六島村時代には役場が置かれた諸島の中心街であり、今でも出張所が置かれています。萩から約50キロの沖合に浮かぶ、この絶海の孤島は三島。六島諸島は、ああ確かにあの辺島ありそうだねという場所にありますが、三島については完全に知らない人が多く、先日、ここに島あるの知ってましたかというツイートが少し反響を呼んでいました。私も、三島って知ってるって、ゼミの友達に聞いたら、あれ君名前なんやったっけって言われました。そのぐらいの知名度ということです。萩港から約30分、船は波穏やかな日本海を横切り、相島の南岸に到達しました。見ての通り、島は全周が急峻な崖に覆われ、島に上陸できるポイントは、ほぼこの港しかありません。その港でさえ、断崖の下に無理やりコンクリートを投げ込んで作ったみたいな構造をしていて、極めて小さいです。この特徴は、他の六島諸島の島にも共通していて、これは、船から撮った写真なんですが、どれもこれも冗談みたいに切り立った崖でガードを固めていて、
ミサオの硬い伯爵令状のような犯しがたい気品を持って対応に佇んでいるように見えます。このような地形を溶岩台地といい、主に二酸化ケイ素の含有量が極めて少なくて粘り気のないサラサラした玄武岩の溶岩が作る地形です。よく流れるから地上に飛び出すとすぐに遠くの方まで流れていって台地や縦状火山のような平たい地形を作ります。ところがこの島の崖を見てみるといかにも安山岩やデイサイトといった色をしています。してるよな。実際に安山岩やデイサイトの溶岩を触ったことあるよって人ならわかると思うんですが、これらの溶岩は粘着気質で融点が低く、鉄分やカルシウムといったミネラル分が乏しくて、火山ガスがたくさん溶けてるから頻繁に爆発して、しかもおそらく臭いという特徴があります。なのでこれから SNS でレスバしてる人間見たら、あ、こいつデイサイトだって思いましょう。こういった粘度の高い溶岩は社会に放り出されると、どこかへ行くわけでもなく、うじうじその場に留まり続け、富士山のような清掃火山や昭和新山のような溶岩ドームを作ります。しかし、この六島諸島の安山岩は珍しく活発に流れたらしく、世界でも珍しい、というか、唯一の安山岩の溶岩台地となったのでした。地質学者からしたら、そうはならんやろと頭を抱えたくなる案件でしょう。さて、島に上陸したので、地質の話はここまでにしましょう。さっき買ってきた競輪館の教科書をかじっただけということがバレちゃう。当然、集落は台地の上にあるため、まずこの崖を登らねばなりません。小さな港を出るとすぐに、心臓破りの坂が歓迎してくれます。トマソン階段が目に入りますが、これはちょっとよくわからないので無視で、道が二手に分かれています。どうやら道幅が広い方は、農場に通じる道のようで、100人程度の人口の割に、結構ひっきりなしに軽トラやトラクターが往来していました。近くに設置されていた石碑を見ると、なんと平成に入って作られたばかりの新しい道でした。右の急坂は集落に通じる道。一緒に船を降りた仙人が、この道を危なげなく登っていきました。あの年でなんちゅう足腰を持ってるんでしょう。やっぱ第一次産業やってる人間は鍛えられ方が違います。私は、とりあえず集落やお社を見たいので歩道を選択。かなりの傾斜でしたが、その分すぐ崖を登れるので、ものの100メートルほどで集落の端に出ました。溶岩台地で上は平坦とは言っても、それは島全体を見渡すマクロスケールでの話。人間の視点からすれば、台地の上も結構起伏に富んでいるので、家々や畑はこんな感じに階段状の石垣に囲われています。田舎の田舎のそのまた秘境でも似たような構造の集落がありますね。学校は集落の入り口近く、港のある崖のすぐ上に立っています。ただし、2022年度以降は休校となっています。それもそのはずで、2023年の相島の人口統計を見ると、14歳以下の人口はなし、学童0人でした。64歳以下の人口すら、107の人口に対して28人のみで、高齢化率は 75% に達しようかというほどです。2人で1人のご老人を支えようとかじゃなく、1人で3人を支えています。もうそれはただの家族なんよ。まあこの島のシルバーたちは、支えられる気はさらさらない、生涯現役志向のようで、朝10時だというのに集落は静まり返り、皆畑の様子を見てたりしてました。かつては子供たちの声で賑わったのだろう。通学路を少し進むと鳥居が現れます。ひょっとして萩から、周りから変人と思われたい本当に変なオタクが紛れ込むかもということを予期してか、島のちょっとしたスポットには、英語兵器まで用意された観光案内が立てられています。相島集落は、漁労と農業、両方をやりながら生計を立てる半農半漁の村で、この八幡宮は、そのうちの漁業担当の神様を祀っています。農業担当の神様ももちろんいて、大年宮というのが村の真ん中のちょっと小高い場所にあります。上位存在っぽい猫が上がってこいとでも言いたげに奥に引っ込んでいったのでお参りしておきましょう。神社を過ぎると道は下り坂に変わり、眼前に石州瓦の赤茶けた屋根を光らせる家々が密集する集落の中心部が広がります。海から帰ってきて神様に一礼した漁師たちが見るオラが村の光景です。集落内の道路は人が住み始めた12世紀末の頃から変わってないんじゃないかと思うほど無秩序に曲がり交差し、幅も狭小です。ひょっとしたら何かしらの規則はあるのかもしれませんが、私の感覚では読み取れません。人口100ほどのごく小さな島ですが、驚いたことに宿はあるようで、築60年は軽く超えてそうな木造家屋しかない集落の中ほどに明らかに異質な若造が紛れています。相島育育センターという集会所みたいな名前がついていますが、釣り人の宿泊施設として使われることが多いそうです。宿の前の電柱には海沿いにありがちな津波避難のための海抜表記があります。ここは49メートル。これでダメならもう生きるのを諦めろというレベルの標高ですが、これでも港からたった5分ぐらいしか歩いてないというのだから驚きです。いかにこの島の地勢が険しいかがよく感じられます。
マジで勘弁してほしいものを与えようとしてくるナザレのイエスの布教看板も見つけたことだし、そろそろ集落を出て農地の方を見て回りましょう。今さっきこの農道を下っていくおばあちゃんとすれ違いまして、気さくな挨拶をしてくれたので、こちらも喉を振り絞って挨拶を返しました。おそらく彼女の頭にはこの島の住人の顔と名前のリストが入っていますので、こちらが外から来たよそ者ということには気づいていたでしょう。おそらく神域という扱いなのだろう。中央の大山を除き、島の大部分は農地として開かれています。日本人というのは好きあらば米作りをしようとする、なんなら平地がなくても作って水田にしようとする連中でしたが、さすがに地表の大部分が火山灰質の土砂で覆われてるこの島では諦めたようで、代わりにスイカとサツマイモ、それからタバコの生産をしています。特にスイカは山口県の総生産の6割を占めるほどです。今はもうやめてしまったみたいですが、かつては女中菊の栽培が盛んで、開花の時期が来ると島が白く見えるほど植えていたそうです。虫ぶっ殺しゾーンかな。峠の頂上まで登ってきました。北の海を眺めると、明日行く予定の三島が浮かんでいるのが見えます。この島でさえ、萩から15キロも沖合に浮かんでいるというのに、三島はさらにここから30キロも北にあります。そりゃ車窓を見ても地図見ても、なかなか存在に気づかないよな。峠から北側には農地と灯台があるだけですので、道の状態はいっぺんに悪くなり、頭突けば鬼でも蛇でも飛び出してきそうな雑木林が頭の上にせり出してきます。灯台まであと1キロというところで、あからさまに何かありそうな毛で転がっている大石正義が姿を見せます。どうやらただの岩ではないようで、傍らには案内板が刺さっています。見たまんま大石と呼ばれているそうです。相島には漂流していた大日如来を三島の連中は見捨てたが、相島の民は助けて、そのお礼として豊かな水を恵んでもらったという対立中のご先祖が作ったのであろうおとぎ話が伝わっていまして、その漂着した時に一休みしたのがこの大石ということなのでしょう。辺りには特に祠やしめ縄といった装飾はなく、自然物をそのまま崇める原始的な神道信仰の形を残しています。さて、大石を過ぎると畑の数もめっきり減り、生活の気配がなくなってきますが、それを埋め合わせるようにジョロウグモどもが出しゃばってきやがります。ジョロウグモ、それは足のついたあらゆる創造物の中で、ムカデ、ゲジゲジ、クソでも食ってろウサギ系男子の次ぐらいに醜悪な生物です。めったに人が来ないところなもんで、しこたま道路に巣を張って、島の果ての灯台へと続く道は、雲の巣銀座。いや、盛りついたオスを待ってるんだから新大久保か。ともかく、雲の人口密集地帯と化します。しかも飽くなき承認欲求をお持ちのようで、己の生活水準を誇示するように、ちょうど人の顔が来る一番目障りな位置に豪邸を構えるんですよね。加えて、この鬱蒼とした森ですから、日の光が届かず、かなり接近しなければ巣があることに気づけません。全身全霊で前方の巣にアンテナを張り、巣を見つけたら、かがんでくぐってやり過ごす。さながら銀行の金伏兵が潜んでいました。まさか間髪入れずに巣を並べているとは思いませんって。おかげで体を起こしたら、インスタ女子の自尊心のようにブクブク肥大化した腹のドアップですよ。ジョロウグモどもに心をズタズタに引き裂かれながら、やっとの思いで終点近くまでたどり着きました。どうやら少し前までは、島の端まで畑が広がっていたようで、雑木林が打ち払われ、広い空に日本海が望めるようになります。かすかに文化の痕跡を感じさせる光景が、この小さな世界の果ての趣をより際立たせます。というわけでたどり着いたここが相島灯台。この低ポリゴンな見た目を見れば察せるように、そんなに名の知れた灯台ではありません。ごくありふれた岬の灯台です。しかしながら、ここから見渡す海には、本土の岬では感じられないものがあります。ノサップや足こき岬みたいな有名どこや、そうでもないマイナーなところ、結構いろんな岬を見て回りましたけど、それらにはない、言いようのない赤涼さが、この離島の岬にはあります。水平線にただ一つ、小さくぼんやり浮かんでいる三島も、いい引き立て役になっています。これが、何もない、とか、そこそこ大きな陸海が見える、とかだと、ちょっとチープになっちゃうんですよね。いいものを見れました。わざわざ岬まで足を運んだ甲斐があった。やっぱ来なきゃよかったかも。袋も、往路同様に、銀行強盗みたいな動きでクモの巣をかいくぐり、長い長い1キロの道を歩きます。ところが最後の最後に、端っこの方に体を引っ掛けて、巣を大きく揺すぶってしまい、8本の腕と腹をおぞましく動かしてもがくジョロウグモを見て身の毛がよだちました。今にして思うと、先に人の家と着いたのはこっちなのに、家主が慌てふためくのを見てキモいで済ませたのは、いささか良心が痛みます。変な体勢で往復2キロも進み続けたものですから、峠の頂上に戻ってくる頃には、すっかり膝を壊してしまい、
しゃがむとか階段を登るみたいな膝を曲げる運動をすると強烈に痛むようになりました。その後は膝をいたわりながら段々畑を歩き回り、どこかしら写真映えするスポットはないかしらと海を見下ろしながら時間を潰し、3時間半ほどの滞在時間で相島を後にしました。正午の本土行き便もやはり需要は薄いようで、乗客は私と島行きの便で見た気がする作業着のおじさまだけでした。観光で使うならちょうどいい便だと思うんですけどね。でもまあ物見湯山で相島に行こうなんて客はそうめったにいないか。本土に戻った後はドラッグストアでロキソニンの湿布を買い、ホテルで少し安静にして3時前にまたフェリーターミナルに戻ってきました。次に向かう大島は萩の海に散る6連星の主星と言える島で、現在の人口は600ほど。船の大きさも相応に大きくなり、そこそこ立派な搭乗橋も備えています。時間帯のせいか、島の規模のせいか、大島行きの午後便はさっきの相島に比べると大盛況となりました。クーラーボックスらしき大きな箱を抱えた釣り人も大勢います。私は可能な限り膝の爆弾を起爆しないため、あまり階段を使わなくて済むデッキに立っていました。港を出ると間もなく進行右手に特徴的なスコリア級をいただく火山笠山が現れます。あれも六島諸島の島々と同じ溶岩台地であり、もし本州と地続きでなかったなら七島諸島の一員になっていたでしょう。でも残念ながら陸系統なので普通の火山として扱われます。横から見た形があまりに乳首なため乳輪火山とも呼ばれ、ものの半時間ほどの航海で船は大島の港に入港します。この島も例に漏れず溶岩台地で外周を急峻な崖で囲ってガードを固めているんですが、部分的に分からせられたような痕跡があり、そこに人が住み始めて町が築かれました。この最初に住み始めた人たちというのが、実は壇ノ浦の戦いで敗れた平家一門らしいという伝説が代々島で語り継がれています。七氏族が流れ着いたことから七行伝説と呼ばれていて、事実島民の名字はほぼ7種類で占められるのだそうです。典型的なひな壇集落のようになっていて、海から見ると和歌山の雑賀崎のように見えますので、実質ここも日本のアマルフィと言えるでしょう。台地の上の部分は農地として開かれ、まばらに農家が散在する山村のような景色になっています。15時30分、ブリッジが桟橋に降り、下船が始まります。慎重に階段を降りたいから最後に降りようね。相島に比べるとだいぶ平地が大きく、その分人口規模のある大島は相応の大規模な漁港が備わり、数十隻の漁船が水面を埋めています。道路を走る車も農作業用の軽トラばかりだったのが、家庭用のコンパクトカーも加わるようになり、1台だけスポーツカーも見かけましたね。島の集落は2つ。先に名前的に中心集落っぽい西側の地下に行きましょうか。一時は人口1000を超えていた島ですから、中心部にはスーパーや診療所、飲食店が集まり、町らしい眺めになっています。海から見ると崖に張り付いているように見えた集落は、圧縮効果とか関係なしにシンプル急勾配の上に立っていて、台地の上の農場に向かうメインストリートは、やばいタイプの坂に施されるグルービング舗装になっていました。膝が壊れるな。家並みは相島に比べると築年数が浅いものが多く、山陰のシンボルである石州河原の家もちょっと少ないように感じます。家の建て替えもまあまあ頻繁にあるのでしょう。擁壁も石垣のまま残っているものは少なく、半分以上コンクリート化されていました。これは道中で見つけた掲示板。軽いノリで書かれてるけど、無免許未加入車検切れって結構重めの違反やってんな。しかし外界と道路が繋がってない狭い島だから、割と速度違反とか横断歩道停止義務違反みたいな感覚でやるのかもしれません。田舎の方の教習所だと初めての実車教習で運転は初めてって聞かれるみたいですし、私の地方出身の友人がそんなことを友達と話してるのを聞きましたね。崖に取り付く急坂を登りきり農場エリアにたどり着きました。どう考えても人が住むべきはこっちの平坦な大地側だろうと思いますが、この島じゃ畑様が優先なのか、それとも港の近くがそんなに良かったのか。大地の上に今日構えているのはごくわずかな農家だけです。この島も相島同様、稲作には適さない地質のようで、水田の類は島の南東部を除いて一切なく、赤茶けた土にタバコやブロッコリーが植わっています。理屈はわかりませんが、海辺の潮風がよく当たる場所で育ったブロッコリーは甘みが出て美味しいのだそう。船便の加減でこの島の滞在時間は1時間少しぐらいしかありません。北の方とか奇岩の多いらしい沿岸も見て回りたいところですが、残念ながらここいらでタイムアップです。島の東側、赤穂瀬集落の側から港の方に戻りましょう。Google マップに時間を聞いたら、ナビ通りに歩いて結構際どい時間だそうです。急がなきゃ。こちら側にはつづら折りになった道路が整備されていて、大回りにはなってしまうものの、勾配は緩やかな膝に優しいコースです。途中、木々が途切れて対岸の本州や笠山を見下ろすという場面がありました。
本州の海岸線に見えているのは国道191号ですね。以前、青森に行く時に走りまして、あ、萩って島あるんだなって思いながら景色を見てた記憶があります。まさかその島に来ることになるとはね。おっと、のんきに写真撮ってる場合じゃありません。船の時間が迫ってきました。乗り過ごしたら萩のホテルに戻れません。最終便なんです。膝にできるだけ負担をかけないように、されど船に間に合うように、急ぎ足で坂を下ります。右方向です。お、ここ右に曲がればええんか。どれどれ。上から見下ろした画像じゃ、ちょっとわかりにくかったかもしれませんが、長い階段でした。膝痛めたことある人ならわかると思います。一番の敵は下りの階段です。大の大人が、痛みでただでさえ、歪んでる顔をさらに歪めて目に涙を浮かべ、極めて何か生命に対する侮辱を感じさせるような奇怪な動きで階段を降りるという、世が世なら、新たな魑魅魍魎の伝説が誕生しそうな光景が、赤穂集落の階段で繰り広げられていました。ナビに従わずに、あのまま車用の緩やかな道を歩けばよかったやんって声も聞こえてきそうですが、時間がなくて、その選択肢は取れなかったのです。さて、ロキソニン貼って、一晩寝たら膝も回復しましたので、気を取り直して、今回の本題、三島へと向かいましょう。三島は、同じ萩の島でも、六島諸島とは、地質も文化もあまり関係のない孤島です。本土からの距離も、六島諸島はせいぜい10キロ前後だったのに対して、三島は50キロも彼方に浮かんでいます。晴れていてすら空気が澄んでないと島影を見ることも叶いません。こんな距離を昨日乗ったような通常線で移動していたのでは2時間近くかかります。そのため三島航路に使われるのは23ノットの快速が出る専用の高速船ユリアです。速さを象徴する青いボディには三島の字がペイントされています。ユリアの名前の由来は三島にて日本にも生息していることが確認されたユリア貝という貝に由来します。体は巻き貝、殻は二ひら。頭脳については何の言及もないバカのコナンみたいな特徴を持った希少な貝で、三島と本土を結ぶ船や島唯一のダム湖にもその名を付けるなど、三島のアイデンティティともなっています。環境の変化で1980年代を最後に三島の個体群は絶滅したと考えられていましたが、何の因縁かこのユリア号が就航した2019年に30年ぶりに生きてる個体が見つかりました。70分船に揺られて10時20分三島の中心集落となる本村に到着しました。荷物が重いので唯一ネット予約に対応していた旅館に行き、と荷物を解いて手ぶらで港に戻って島探索のスタートです。船はすでに港を立ち、島の北側にある渦集落に向かいました。明白に分かれた2つの集落があるってだけで、昨日の六島諸島の小さな島々とは規模が違うということが察せられます。島の大きさは約8平方キロ、大島の3倍弱。形成年代もだいぶ異なり、六島諸島が約70万から10万年前の高新世市場時代あたりの噴火で作られたのに対し、三島は日本海が次第に形を成し始めた約1200万年前ぐらいの中新世の噴火で形成されました。大先輩です。萩市曰く、日本海最古の火山だそうです。港を離れ、地下集落をうろつき出すと、まず最初に目に飛び込んでくるのがこれ。実はほぼ日本から姿を消した純血の和牛、三島牛の銅像です。現在、和牛と名乗っている牛は、改良のために外来種の血をだいぶ混ぜた連中でして、三島牛に言わせれば、三島の牛こそが神聖の和牛であり、それ以外は全て雑種です。14世紀ぐらいに、ご先祖が朝鮮からこの島にやってきて、それがそのまま今日に至るまで、連綿と血をつないできました。一時は700頭を数え、その辺で道草食って、自力で畑と牛舎を行き来してた三島牛も、現在は80ほどにまで落ち込み、繁殖のために、島の飼育場と本土にある牧場で飼われています。目標は100頭だそうですが、なかなか達成できず往生しているそうです。振り返ると、何年に一度出動命令がかかるのかわからない駐在所があります。こんな隣の丘まで30キロあるような、法を犯した瞬間、アルカトラズの上位互換に化けるような島で変な気を起こす奴などまずいないでしょう。大阪じゃ舐められちゃしまいとばかりに威張り散らしてる駐在所の建物も、ここでは驚くほどに威厳がありません。駄菓子屋の座敷に佇んで子供を見てるおばあちゃんぐらいのオーラです。警察とわかるサインを剥いだら、もうただの民家です。続いて、集落の中を歩きます。全島で600ほどの人口しかない島でも、驚いたことにコンビニチェーンはあるようで、しかも中身も、汽車が日に6本とかのど田舎にありがちな、パンと飲み物売ってるだけみたいなのじゃなく、ちゃんとフルサービスのやつです。洗剤その他雑貨も売ってます。本土同様、電話決済にも対応しています。
こちらは JA のサービスステーション、灯油、軽油、レギュラーガソリンの給油機が各1台並んでるだけという思い切った構造をしています。一見すると、一つのまとまった村に見えるこの本村集落。実は、浦と呼ばれる漁村と、近田とか財とか呼ばれる農村が隣接して存在しているだけでして、二つの集落は、ルーツも異なれば社会も違う、信じる神も異なれば、挨拶も思想も、よく見たら家の構造も異にし、集落を越えて婚姻が行われることも滅多にないなど、なりわいによってここまで変わるかというほど、異なっていたのだそうです。でも、落ち着いて考えてみれば、どれだけ近接していても、農耕民と狩猟民だからね。そりゃ文化は違うし、わざわざ異文化に嫁ぎに行こうとは考えないか。おそらくどこかに、漁村と農村の境があったんでしょうが、残念ながら島に一泊滞在した程度ではよく見えませんでした。こちらは発電所、発電方式は、病院の緊急発電装置と同じディーゼルエンジンで、扉の向こうからは、激しいピストン運動の息遣いが聞こえてきます。本土からの送電がないこの島にとっては、生命維持装置です。そんな発電所の敷地の傍らには、随分立派なものが建っています。これは火災師、またの名を名張師、三島観光協会のサイト曰く、男性のシンボルを模したのだそう。随分茶を濁した説明ですね。これ書いた人は作法を知らんのか。なので、私がちゃんとした気品ある作法で立てたお茶を出しますと、この黒く鎮座する火災師は、チンポをチンポライズしたもので、原始鎮香の名残とされています。祈祷の上に小石を置いて祈ると、種が芽吹いて子宝に恵まれるのだそう。かつては、島全域で7本も生えていて、おちんちんいっぱいランドだったのですが、エロサイトの質問にマジでいいえと答える潔癖主義者の跋扈するこの世の中ですので、検閲により次々削除されてしまい、今では残り半分ぐらいになってしまったそうです。集落もざっと回りましたし、次はサイトで紹介されていたスポットをいくらか回りましょう。最初に向かうのは、集落から徒歩約10分の海岸に散らばる G コンボ古墳群。ゲームのはめ技みたいな名前をしていますが、この島の古い方言で、G さんの墓という意味なのだそうです。と言っても埋葬されているのは、島のご先祖というわけではなく、国境警備のために内地から派遣されてきた先森です。刀剣や勾玉といった副葬品などを見るに、どうやら最高で官位6位、貴族一歩手前の高級官僚も埋葬されていたようです。そんなお歴々が、どうして都からも本州からすらも遠い離れ小島で眠っているのか、地位を頼んで貸したか床倉庫の金品くすねたんかという話ですが、地図見ればわかる通り、この島は朝鮮半島に直接面してる国境離島でして、大昔から交易や国防の面で重要な拠点でした。ただの辺境じゃないということです。島の土を掘り返せば、古代中国の古銭なんかが割と出てくると聞きます。古墳の造成時期は7世紀から10世紀頃。盛った土のでかさでマウント取り合う幼稚園のガキみたいなことしてた時代など、とうに終わった後のことですので、規模はというと、言われなければ気づかないぐらいこじんまりしたものです。あの奥に並んでる伐採されたストーンヘンジみたいなのがそうです。古墳というよりは塚といった方がいい規模であり、箸墓古墳とか仁徳天皇陵みたいなのを期待してきたら、多分がっかりスポットになります。いやまああっちもまあまあがっかりスポット。しかし、この古墳群が面白いのは、こういった塚が国の果ての離島にあるということで、往年の三島の繁栄だとか、かつての国境離島は行き止まりではなく異世界への入り口だったのだとか、そういった歴史的なノスタルジーに浸ることができます。本州を望む海岸沿いにあるというのもまた、個人たちの望郷の念が感じられて良いものです。古墳群の背後には、六島諸島の島々にはなかった堆積平野が発達し、八丁八端と呼ばれる稲作地帯として開かれています。相島で大日如来をめぐった対立煽りの神話を紹介したと思いますが、こちら三島では、三島のご先祖は、相島の連中が見捨てた観音様を拾って祭り、おかげで、芋なんか食ってるあいつらとは違って、米に恵まれたという伝説があります。人間の民度って、海を隔てても、1000年時間を超えても、変わらんもんなんですね。ただ稲作というのは、水を大量に使うものですから、水の工面には昔から苦労してきました。各圃場には、このようなため池が掘られていて、雨粒一滴地の一滴と言わんばかりに丁重に扱いました。洗濯も満足にできたものではなく、収穫前の田んぼの水落としの時期には、皆こぞって水路に行き、洗濯や水遊びをしたのだそうです。風呂についてはよく知りませんが、やはりこれも苦労したことでしょう。そんなあなたに、マコモ湯、発酵の力で雑菌を抑えてくれるから、お湯、変えなくていいん、絶対やめましょう。水質管理さえしっかりすれば、ひょっとしたら発酵の意味もあるのかもしれませんけど、素人のやる発酵はただの腐敗です。風呂が本当に極楽になります。三島でマコモ湯治が行われたということもありません。そんなことを言っている間にたどり着いたここは、三島牛の放牧場です。でも残念ながら、検疫の都合でご尊厳を拝むということはできません。我々の前に現れる時には、大抵鉄板の上でステーキになっています。そのステーキも、100頭に満たない純粋三島牛をほふって出すわけにもいかないので、
見蘭牛というオランダ牛とのハーフの牛のものです。宿のお夕飯にも見蘭牛のステーキが上りました。旅館と田舎のばあちゃんというのは、こちらの胃袋を容量無制限だと思い込んでる節があるようで、夕食会場に着いたら、一汁一菜をはるかに超える24歳を乗せたお膳がこんばんは。着席すると、さらにずんだ丼が抱えてるサイズのおひつが登場して、それをある程度平らげたら、前菜は美味しかったですか？さ、こちら本日のメインディッシュですと。普通にファミレスで一人前として扱われるサイズのステーキが出てきました。しかし、旅館の空気というのは不思議なもので、そんな量でもちゃんと平らげられちゃうんですよね。見蘭牛に和牛っぽい脂っぽさがなかったのも良かったですね。あれで松阪牛のサーロインみたいな脂の乗り方してたら、ちょっとまずかったかもしれません。美味しいけど量は食べられないやつだから、このまま島の周回道路を歩いていけば、宇津の集落に向かうことができますが、その前に腹ごしらえです。レストランのある本村の方に戻りましょう。帰り道、こんなものが目に入りました。草むらの中に転がる真っ白な巨岩。大層な仕事を任されてるわけでもないのに時を惜しんでスマホをいじる。歩きスマホの視野狭窄窓辺の会社員でも気づきそうな、別格の存在感を持って、道端に転がっています。相島の大石と似たようなオーラをまとっていますが、こちらには物語が生まれるほどの存在感がなかったのか、特に何かの進行とかはないようです。もしくは、昔はあったが、人が減るにつれて誰からも忘れられた、廃人の類なんでしょうか。そこからもう少し進むと、ダムの天場へと差し掛かります。さっきも言いましたように、三島は、水のやりくりにとにかく苦労させられた島です。田畑に深いため池を掘り、洗濯は満足にできず、湯水のようにという慣用句も理解できない。そんな状況が、ひとまずの解決を見たのは、ノストラダムスも赤っ端を書いた後の21世紀になってからのことでした。2002年、この三島ダムが完成したおかげで、島の水道事情は随分良くなったのだそうです。それでも、港のトイレの手洗い場の水性は、朝一の小便のようにか弱く、この島には、水は貴重品という意識がまだ根付いているんだと感動したものです。まあ、宿のシャワーひねって出てきたえげつない勢いの水で、感動全部流れていったんだけど、いや、使う側としては、シャワーの水性は正義なんですがね。どうやら、三島はもう水不足とはあまり縁がないようです。日本海に向かって開いた谷口に築かれたダムですから、天場からは、八丁八端と日本海、そして、遥か彼方に広がる本州島を眺めることができます。今にして思えば、私、離島というものにほとんど行ったことがありませんので、これだけ離れた位置から本州を眺めるというのは初めてのことかもしれません。道路に目を落とすとご当地マンホール。図柄は三島の伝統である鬼陽図です。非常に大きなタコで、大きさはお前らの子供部屋と同じ畳6から8枚分ぐらい。実物が視聴者に飾ってあります。油断したらこっちまで空飛んでいきそうな大きさです。長男が生まれたら、その年の末に健やかに育つことを祈ってあげるのだそう。農村か漁村、どっちの風習であるかまでは書いてなかったんですが、家筋を大事にするのは農村だそうなので、多分そっちの習慣でしょう。2時間ちょっとの散歩を終えて、村に戻ってきたのは昼の1時ぐらい。最初に旅館に行く時に目をつけていた喫茶店に入ります。頼んだのは600円のミートソースパスタ。都会じゃ朝食でマウント取り合う怠け者系女子御用達のギガサイズが出てくる価格帯ですが、ここじゃあ山みたいなギガサイズで出てきます。ワンコイン少しとは思えない幸福感を腹に詰め込んだところで、島の北エリアに向かおうと思います。でも遠いから、その前に秘書に立ち寄って自転車を借ります。昔、300円を渋って普通自転車を借りてひどい目に遭ったことがあるので、もちろん電動自転車一択です。と思ったら全部電動だった上に無料で貸してくれましたね。島を南北に貫くメインストリート、県道300号で宇津へ向かいます。左に曲がると、日本に28カ所ある自衛隊のレーダー基地の一つ、三島分屯地です。遠くから島を見たとき、やけに目立つドームがあったと思いますが、あれがそうです。日本海と朝鮮半島に睨みを利かせていると、サイトに書いていました。自分のこと国だと思い込んでるヤバいタイプの宗教が、飛翔体バカスカ撃ってくるからね。ここが一番近いから、J アラートの発信源はひょっとするとここなのかもしれません。分水嶺を越え、北側に入るとすぐに、宇津集落を見下ろすちょっとしたビュースポットに出くわします。エメラルドグリーンの海に、背後の山と混然一体となって佇む集落。まるで、沖縄か鹿児島の離島を思わせるような南国の景観です。しかしこれが、あの陰鬱陰険クソネクラの日本海に浮かぶ島というのだから驚きです。三島は、周囲を温暖な対馬海流に囲われている島です。そのため、冬になっても、そこまで気温が落ちない、非常に温暖な島なのです。もっとも、風が強いから、体感温度は寒いのですが、位置エネルギーに任せて坂を駆け下り、村のそばまでやってきました。本村の方と比べると、石州瓦の家が目立つなといった印象です。こちらも、畑と漁港を備えてはいますが、本村のように、農村と漁村が分かれているわけではなく、
もともと農業をやってた人たちが海の方にも手を出したという感じです。魚以外にも海に潜って海藻やそれにひっついてるアワビなんかを取っていたのだそう。しかしアルギン酸ソーダの原料にするために乱獲した結果、磯焼けみたいなことになっちゃって、もう海藻を取るの禁止ということになったのだそうです。今はもう解禁したのかな。これは港のすぐ裏手の道。昭和に港湾拡張工事が行われるまではどうやらここが船着き場だったようで、日本海を渡って宇津の港に近づくと、右手にずっと連なっている石垣と塀が白く輝いて見えたのだそうです。赤く輝く石州瓦と合わせて随分な壮観だったことでしょう。対馬ほどではないにせよ、ここも大陸側からインバウンド客の立ち寄ったところでしょうから、舐められないようにするため景観を仕立てる必要があったんじゃないかと思います。港のそばには島唯一の砂浜が広がります。多分ここで取った海藻を乾かしたりしてたんでしょうが、現在は海水浴場として開かれています。その背後にこんもり積もった砂丘にはロシア兵漂流地碑が建てられています。対馬沖で行われた日本海海戦で敗走したバルチック艦隊の艦船がここに流れ着き、いろいろ島民に世話してもらった後、北九州の収容所に連れて行かれたという話を残すためのものです。ビーチの奥にそびえている頭の平たい山は小牧台。あの山の裏手に相島の連中が見捨てたのを拾ったという観音様が祀られています。この首ちょんぱやしの分かれ道を左に進み、登山道に進みます。すると観音と言いつつも重くそ神道感を漂わせる鳥居が現れ、さらに進むとこれでもかというほど鳥居が並べられた参道へと突き当たります。懸垂したい気持ちがちょっとわかるようなちょうどいい大きさの鳥居が整然と並ぶ道を抜けると、日本海に向けて新域への門を開くひときわ立派な両部鳥居が姿を見せます。両部鳥居というのは前後に支柱を持ったちょっと立派に見える鳥居のことですね。神仏集合の寺院にはよくあるタイプです。というわけで着いたここが宇津観音。海に向かって引きずり込まれるような階段を下った先にあるこの寺は、昔から冥界への入り口として恐れられてきました。険しく切り立った断崖の下でうねる海は見とれて、自分によって痛いポエムなんか考えてるとうっかり引っ張り込まれてしまいそうな気迫があり、確かにあちらの世界からの引力を感じます。曰く日本三大小観音として広く知られていて、毎年8月10日の千日参りの日とかになると四国や九州からも参拝客が来るのだとか。ちなみに残り2つはという質問を熱心な地元の信者にしてるサイトがあったのですが、答えて曰く、私にもわからん。じゃあもう誰にもわからんやん。宇津観音でもう一つ注目したいのは地質で、向こうの崖を見ると玄武岩の大地を貫く真っ赤でのぶとい安山岩が見えます。噂では YouTube の AI は頭でっかちの童貞が作ったそうなので、こんなのでもモザイクかけとかないと規制が入るのだそうです。私は入れないけど、この光景はかつての火山活動の名残で、玄武岩の割れ目にほとばしる安山岩質のマグマが貫入し、そのままガチガチに冷え固まって抜けなくなり、やがて周囲の岩石が風化して何万年も青空の下にさらされ続けているのだそうです。宇津も見て回ったことだし、最後はもっと北、島の北端の長尾の花へと向かいましょう。車の走れる道路は宇津集落でおしまい。ここから北、東大までの3キロ弱の道のりは、小さなトラクターを通せればいいぐらいの貧相な道しかありません。三島は山口県最北の地域ですので、三島の北端ということはすなわち、山口県の北端ということです。周囲に他の陸地がなく、北に向かって突き出た岬ですので、同じ場所から海より出る朝日と海に沈む夕日が見られます。実はこういう場所というのは、日本全国見渡しても意外に珍しいのです。本日は雲も非常にまばらにしかない快晴で、暴虐の限りを尽くした夏もさすがに勢いに陰りが見えてきて気温も良好。加えてすぐそばの海から心地よい風も吹いてきて絶好のサイクリング日和です。私、自転車ってそんなに好き好んで乗ることはないのですが、今はサイクリングで何十キロも走る人たちの気持ちがわかります。こんな心地が続くならいつまでも漕ぎ続けていたい。油断しました。めったに人の立ち寄らない灯台へ続く道とか、相島と条件同じやん。となると、ジョロウグモも似たような場所に巣を張っているわけです。クモの巣があるのが見えた瞬間には、時すでに遅しで、ちょうど人の顔の位置に構えたクモ本体に突っ込むことになりました。顔面にクモがひっついたこと、オタクに優しいギャルが現れた時のために取っといたファーストキスを奪われてしまったことで、私は精神に致命傷を負い、東大行きを断念することにしました。頭の上には私の悲劇を嘲笑うように無数のカラスが舞っています。なんでこんな目に、何の報いでこんな惨めな思いをしなきゃならんのか、思い返してみても全くわかりません。理不尽なものです。行きと帰りが同じ道というのは尺なので、
袋は自衛隊基地を経由するもう一本の縦貫道で戻ることにしました。隊員以外使う人がいないのか、往路で使った県道では3、4台車とすれ違ったんですが、こちらでは1台しか姿を見せませんでした。これは途中で合流してきた大峠とか呼ばれている道。道中には地蔵なんかがあり、県道が整備される前は本村と宇津を結ぶメインルートだったようです。クモの巣張ってそうだから絶対入りたくないけど、本村に戻る頃には日もだいぶ傾き、孤島の家々は寂しげな長い影を地面に投げかけていました。夕方5時になるとサイレンが鳴り響き、もう遅いから家に帰れと訴えてきます。今日は随分動き回ったもんで、もう体力も、そしてなぜかメンタルもボロボロです。探索もここらで引き上げて宿に戻りましょう。夕食は見蘭牛のステーキだそうです。夕食に続き、朝食もたらふく食べ、7時半発の第1便で島を離れました。世界的にも稀有な安山岩溶岩台地の六島諸島、そしてストリートビューのない国境の孤島、三島。総括すると、これら萩の三諸島には、雲しか覚えてねえや。当チャンネルでは旅行動画を週1本程度のペースでアップロードしていくつもりです。チャンネル登録とメンバーシップ、ニコニコチャンネルに入会していただくと、私と財布が嬉しいので、ぜひよろしくお願いします。